ちは、デザインドリップです。今回はこのような写真切り抜きずらし加工のバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まずあらかじめダウンロードしておいた紙のテクスチャーを Photoshop で開きます。自動選択ツールに持ち替えて許容値を40に設定します。で、こちらでこの白い部分をクリックします。するとこんな感じで選択範囲が作られるので、シフトコマンド I を押して選択範囲を反転させます。この状態でコマンド J を押して紙の部分だけを切り抜きます。今回は左下の紙を使うので、長方形選択ツールに持ち替えてこちらの左下だけをこんな感じで切り抜きます。こちらでコマンド J を押して複製します。で、こちらの切り抜いた紙をあらかじめ用意しておいたドキュメントに持っていきます。で、適当なお好きな位置に配置してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらの方はもういらないので消しておいてください。次はこの紙の色をちょっと明るくしていこうと思います。色相サイドのレイヤーを作ります。サイドを-10、明度を+20に設定します。するとこんな感じの明るい茶色になりました。こちらで背景の紙のテクスチャーの配置は完了です。はい、次にメインの写真加工をしていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた画像を Photoshop の方に持っていきます。大きさは大体でいいんですが、今回は941ぐらいにしておきます。はい、こんな感じです。で、大体真ん中の下に揃えておいてください。はい、こんな感じでいいと思います。で、こちらのレイヤーを選択した状態で自動選択ツールに持ち替えます。そして上の被写体を選択というボタンを押します。するとこんな感じでだいたいモデルさんの形に選択範囲が作られるので、この状態でコマンド J を押して複製します。さらに今複製したレイヤーを選択してコマンドを押しながらサムネイルをクリックしてまた選択範囲を作ります。元の画像レイヤーを選択した状態でシフトコマンド I を押して選択範囲を反転させます。この状態でまたコマンド J で複製します。するとこんな感じで2つ切り抜かれました。元のレイヤーは非表示にしておいてください。で、こちらの真ん中のモデルさんの画像を右下の方にお好みの位置に配置します。だいたい靴の先が見切れるぐらいでいいかなと思います。はい、こんな感じにしてみました。次にこちらの背景の写真にドロップシャドウをつけていきます。こちらの背景のレイヤーを選択してダブルクリックからドロップシャドウを選択します。色は666666のグレーで乗算の 50%、 角度は135度で距離を3ピクセル、スプレッドとサイズは0で大丈夫です。こちらで OK します。するとこんな感じでちょっと影がつきました。で、こちらのドロップシャドウをコピーしてこちらのモデルさんの画像にも貼り付けていきたいと思います。写真の背景のレイヤーを選択して右クリックからレイヤースタイルをコピーします。で、こちらの上の方のモデルさんの画像を選択して右クリックからレイヤースタイルをペーストします。するとこんな感じになりました。こちらでメインの写真加工は完了です。はい、最後に文字テクスチャの追加をしていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた文字テクスチャのファイルを Photoshop の方に持っていきます。で、大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅860に設定していきたいと思います。だいたいで大丈夫です。はい、こんな感じです。で、こちらを色相サイドのレイヤーの上に持っていきます。こんな感じです。で、下の方につけて左はだいたい適当なところに配置しておきます。こちらの描画モードをピンライトに設定してください。バウンディングボックスの右上をクリックしてシフトを押しながら半時計回りに1回傾けます。-15度傾けます。はい、こんな感じです。あとはお好みで位置を調整してください。はい、ちょっと背景を白にして確認してみます。はい、こちらで完成です。最近インスタなんかでこのような加工を見かけるようになったのでちょっと紹介してみました。手順はとっても簡単なんですが凝った感じに見えておすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。